はい、皆さんこんにちは、キムです。今回はロングシュートの最強技っていうところで、ロングシュートね、全部表に記載してきたので、皆さんと一緒に見ていければいいなと思ってます。はい、で、前回の最高火力の必殺技っていうところでご紹介した動画なんですけど、結構ね、皆さんに見ていただけたので、ちょっとシリーズものにしたろうっていうことで、今回ロングシュート。次の動画がね、カウンターかシュートブロックの動画。一応もう表にはできているので、どっちか明日以降でね、出すと思うので、ぜひチャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。で、ロングシュートについてね、ちょっとお話しさせていただくと、基本的に私はロングシュートかなり強い派なんですよね。はい、で理由としたら、結構ね、自陣のところからロングシュートを打ってセンターフォワードにチェインして、一気にね3000ぐらいの火力、相手とフォーカスとかをせずにね3000ぐらいの火力を出したりとかもできますし、残りの体力が少ないキーパーですね、例えば400とか500余ってた時にロングシュート一発でね1点につなげることができるので、このロングシュートってのは私は結構ね強いかなと思っています。で、結構ねランクマッチとかでもね使われていると思うので、今後も結構需要はあるんじゃないかなというふうには思ってます。皆さんもね、いろいろ考えてることあると思うので、ぜひね、コメント欄に皆さんの感想を書いてもらえると嬉しいかなと思います。はい、じゃあ早速ね、風属性からやっていこうと思います。はい、で、一応味方の方を説明しておくと、上の方ですね、が火力が低い技で、一番下が火力の高い技っていう感じで、火力順に並んでいるっていう感じですね。で、一番右に入手できる場所が書いてあるっていう感じなので、欲しい必殺技あった方は右の入手方法で入手してみてください。はい、でちょっと中身見ていくと、この皇帝ペンギン7っていうのが一番火力の高い技、85の威力の技っていう感じになっているので、はい、高火力で使いたい方はこの皇帝ペンギン7を VS ストアで入手するのが一番いいかなと思います。はい、で現状ね、風属性っていうのは結構需要が高い属性かなと思っていて、理由はちょっとね、正義環境っていうところがあって、遠藤守がキーパーとしてね、結構多いかなと思うので、そこに刺さる風属性、あとシグドママかな、シグドママにも刺さるこの風属性っていうのは非常に強いかなと現環境では思っています。で、さっきね、公式の方から発表があって、一応ね、正義が 50% が上限のバフっていう感じになったので、今後はね、正義プラスなんかのビルドっていうのが主流になってくるかなと思いますので、そこは正義一強っていう感じ、正義だけで盛るっていう感じではなくなるんですけど、正義はね、基本的に入ってくるような形にはなるかなと個人的には思っているので、遠藤守るとかっていうのはやっぱ結構多くなるかなと思っているので、風属性はね、結構いいかなと思ってます。はい。で、技的にはね、この85の技っていうのは結構コスパいいんですよ。消費テンションがね、80なのに85の威力っていう感じになっているので、コスパがいいかなと思うので、85の技を覚えさせておくっていうのはね、結構いいかなと思います。はい。で、個人的にはね、結構吹雪とかエドが好きなんで、ウルフレジェンドとかね、エクスカリバーちょっと使っていきたいなと思ってるんですけど、ちょっと悩みです。はい、じゃあ次が林属性ですね。林属性についてやっていこうと思います。で、見てもらったら分かる通りね、林属性がね、非常に少ないんですよ。これ2個しかなくて、デススピアとガンマストライク2個しかなくて、ゲームシステム上、しょうがない部分ではあるんですけど、ロングシュートを打つならこの2種類っていう感じになるかなと思います。で、林属性に関してはね、四川道先輩、正義だったら四川道先輩とかがキーパーで多いと思うんで、その辺に打つのが一番いいかなと思うので、そこまで絶対に覚えさせておいた方がいいっていう感じでは林属性はないかもしれないですね。ちょっと技も少ないんで。はい。で、この2つどっちもね、クロニクル百貨店で買うことができるので、ぜひ欲しい方はここで入手してみてください。はい。じゃあ次がね、非属性ですね。で、非属性に関しては60の技がね、結構、威力60の技が結構多くなってるんですけど、はい。このボックスで落ちるね、グランドファイヤーっていう威力100の技が一番高火力の技になっているので、最大火力で使いたい方はボックスで粘って、グランドファイヤーゲットするっていうのが一番いいかなと思います。はい。で、弱点の林属性に関しては、基本的に立ち向かいぐらいしか現状いないかなと思うので、非属性も、弱点っていう意味だと、あんまり使う場面はないかもしれないんですけど、かっこいい技多いんでね、結構覚えさせておくのはありかなとは思います。はい。でも個人的におすすめなのはね、トリプルブーストは結構コスパ良くて、簡単に手に入るので、すごいおすすめかなと思います。はい。で、一応、言っておくと、この威力60の技っていうのが基本的に全部テンションがね、60% 消費っていう感じになるので、基本的に威力以外は変わらないっていう感じです。なんで、威力60の技とか70とか85もそうですけど、技を選ぶときに、どの技が一番コスパがいい火力が出るとかっていうのは基本的になくて、60の技だったら60テンション使うし、っていう感じなので、そこはね、好みで選んでいいっていう感じになってます。はい、じゃあ次ね、山属性やっていこうと思うんですけど、山属性もね、結構多いですね。
はい、なんでちょっと林属性だけそんな少ないんだみたいな話になってくると思うんですけども、Go3 以降で追加されるのかな、結構林属性が。はい、わかんないんですけど、山属性も結構選べる範囲があるっていう感じですね。はい、で、山属性に関しては、このジェットストリームがスピリット交換所で、エンド1、ゴーエンジ1、トラマル1で交換できるので、オーガ集会やってる方は、結構集まってるかなとは思うので、ジェットストリーム、最高火力で山属性の必殺技使いたいっていう方はいいかなと思います。はい、で山属性に関しては、ステータスの高い源田とか、デザーム、あと千宮寺とか、三国先輩もそうですね。そのあたりに結構有利取れるので、山属性もね、結構使う場面は多いかなと思います。で、山属性に関しては、基本的にこの85の一番コスパいい技がないので、70の技か、60の技。で、最大火力で使いたいなら、ジェットストリームの100っていうところで使っていくしかないかなというふうに思ってます。で、火と同様にね、60の技っていうのが多いので、そこも結構60で使いたい方は選択かなと思ってます。はい。で、最後に無属性っていうものがあるので、無属性の方ね、紹介していこうと思います。で、無属性がね、2つですね。このダブルショットとシェルビットバーストの2つっていう感じです。はい。で、ダブルショットに関してはクロニクル百貨店。で、シェルビットバーストはスピリット交換所のサリュー3枚と稲妻の花2枚っていう感じで交換ができます。これレジェンダリーですね。レジェンダリーのサリューと、稲妻の花のスピリットっていう感じです。はい、なので結構無属性っていうのはね、かなり強いかなと思っていて、属性の影響を受けないんでね、はい、かなり安定して攻撃できるかなと思うので、特にシェルビットバーストに関しては、結構ね、かなり使われる技かなと思うので、はい、周回パーティーにサリュー入れて、周回しておくっていうのもね、かなりいいかなと思います。はい、という感じなので、現環境で言えば、遠藤とか、シンスケもそうですね、あとロココとかもそうなんですけど、山属性に弱点を取れる、風のロングシュート技か、源田とか三国先輩とかですね、その辺にも高火力を取れる山属性っていうところか、無属性で安定していくか、みたいなのを覚えさせておくのは結構丸いかなとは思います。はい、結構ね、キーパーの偏りって現状すごくあるかなとは思っているので、はい、今後ね、Go3 以降のところでいろんな属性の高ステータスのキーパー出てくると嬉しいなと思ってます。はい、で、ロングシュートに関しては、現状この入手が結構難しいっていうものがあんまりないかなと思っていて、ジェットストリームとかシェルビットバースト、グランドファイヤーあたりはちょっとめんどくさいかなと思うんですけど、それ以外はね、比較的簡単に入手できるかなと思いますので、皆さんも好きな技あると思うので、ぜひその技を覚えさせて対戦で使ってみてください。で、明日以降でカウンターシュートブロックの技っていうところもご紹介できればと思っているので、ぜひチャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。はい。では、この動画が参考になったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。